お久しぶりです。くぬぎ家です。雪が溶けて待ちに待った春。いい子だね。今日も頑張ろう。我が家に縄文柴犬がやってきました。せーの、ほっ。早い。ね。おいで。偉いね。あれ。どこ行くんだ。おいで。おいで。おいで。いい子だね。よく来たよく来た。すごいよ。せーの。ほい。すごいね。おいで。ちょうだい。あれ。ちょうだい。くれないの？くれない。ありがとう。ありがとう。いい子だ。すごいね。すごいよ、すごいよ。すごいよ。離して。野生動物から僕らの暮らしを守る。頼れる番犬に育ってくれるでしょう。今回はお風呂の解体です。これから解体工事をするから、排水管にゴミが詰まらないように、蓋をしっかりします。はい。排水管の口にタオルをぎゅうぎゅうに詰め込みます。その上にビニールで蓋をして養生テープを貼っておきます。モルタルやタイルにはあんまりくっつきませんでした。窓に釘で固定されたプラダンを取っていきます。風通しを優先して建てられた古民家はとにかく寒い。断熱リフォームはせずに隙間という隙間を埋めてきた戦いの痕跡たち。そのせいで忘れ去られていた趣のある窓。久方ぶりに姿を現しました。寒かったんだろうね。すごい塞がれてますな。これでもかというくらいのテープの量でした。出窓に貼ってあるプラダンも剥がしていきます。なかなかに可愛げのある出窓も現れました。寒さは一旦置いといて、古民家らしい見た目にうっとりします。隙間対策は内側だけでは済みません。外側にもプラダン、さらに波板トタンまで。釘が飛んでいかないように注意しながら外します。薄暗かった空間へ久しぶりに光が差し込んできました。窓があるだけでこんなに印象が変わるもんなんですね。目隠しの格子も和の趣があります。さあ、こっから水漏れてたんだよ。それでこの土台がちょっと腐ってきて。これではシャワーの水が土台に直接当たってしまいます。手すりも外してしまいましょう。こまごました部品も先に取り除いておきます。
プラダンが再登場。埋められたこの穴の正体は、多分換気扇がついていた場所。換気扇だね。それでは本格的な解体を始めましょう。まずは天井の防水仕様を壊していきます。うわー今日お風呂だな。たくさん汚れた日は近所のお風呂へ行きます。こうなることは分かっているのですが、叫びたくなる辛さなのです。何年分の埃が溜まっているんでしょう。うわ真下にいなくてよかった。もともとあった天井に細工をして直接水がかからないようにしただけのよう。埃にめげずに心を無にして作業を進行。心を無に。黒光りする立派な天井でした。このタイルのところをはつって、風呂桶を取るっていう作業をしようと思う。青い放浪釜にピンクのタイル壁。ユニットバス世代の僕らには刺さる昭和レトロ感。決して嫌いではないのですが、もう少し落ち着いた雰囲気の方が好きです。風呂場の解体を決意した理由はいくつかあります。風呂釜がサビサビだったこと、煙突から煙が漏れていたこと、それからもうちょっと自分たち好みのデザインにしたかったこと。でも五右衛門風呂であるということは絶対に変えたくありません。ここは山里なので炊き物ならいくらでも手に入ります。ガスは契約せずに、お風呂は時間がかかっても薪風呂で、ご飯はかまどで炊いて薪ストーブで調理する。これぞ農的な暮らしの醍醐味ではないでしょうか。もし今後お金に余裕ができれば薪ボイラーも検討したいところですが、まずは五右衛門風呂という原始的な仕組みから取り入れることにしました。果たしてどんなお風呂場が完成するのでしょうか。壁のタイルを剥がし終わったから、次は床のタイルを剥がそうかな。了解です。僕たちは DIY をする上で YouTube を教材にすることが多いのですが、お風呂場の工事に関してはあまりにもユニットバスが主流すぎて、在来工法の風呂場の作り方がいまいち勉強しきれません。今時五右衛門風呂を作る人だってそうそういません。ましてや日常使いの風呂、不便なことは100も承知です。なるべく早くお湯を沸かせる仕組みを探求中です。3、40分くらいで沸かせるといいですね。割れたタイルを何度かモルタルで補修した跡がありました。一通りタイルを剥がし終わりました。
この風呂桶を取りたいんだけどさ、うん。想像としてはこっち側の2面うん。を取り除けばこう引っ張って取れるかなってガ思って。バッとそうそう。どうかな。やってみますか。うん。貴重な五右衛門風呂の解体現場。仕組みがどうなっているのかをちゃんと確認しながら進めます。解体をすれば作り方がそれなりにわかるはずです。想像以上に釜が薄かったすごいよ。全部レンガが釜の周りに積み上げられてる。そうやってこう側面も温めてたんかね。そうだね。これはすごい蓄熱するだろうね。うん。僕たちが豊かだと思うことは、何かをすることにたっぷりと時間を使えることです。新幹線があるのに鈍行で旅をすること、高速道路があるのに下道で旅をすること、給湯器がある時代に薪をくべて風呂を沸かすこと。ついに全貌が明らかになってきた。こすごい。こが沿道だね。下がわかるかな。あ、空洞になってるね。そうそう。ここのレンガまではびっしり隙間があんまりないんだけど、うん。このレンガの下になると空洞があって、そこにすすがすごい溜まってるんだ。うんうんうん。本当だ。だからこの沿道で桶全体を温めるっていう構造だね。なるほよくできてるよね。ど。よくできてるね。すすわかるかな。うんでもすす。うん。うわ説明が下手くそですみません。要するに下から火を焚くだけでなく、沿道を釜の周りに張り巡らせて風呂釜全体を温める仕組みということでした。せーの。いやー。いいかもしれない。ー、全く動かないね。うん。作戦失敗だ。そんな簡単に取れるわけがないのです。諦めてモルタルの壁をはつっていきます。解体できるところから着実に進めていきましょう。昔ながらの地に足のついた暮らしと、現代の豊かで便利な暮らし、どちらか一方に振り切ることはせずに、いい塩梅で取り入れて居心地のいい暮らしを手に入れたい。ちょっと欲張りだなと思いますが、試行錯誤で実践してみたいと思います。頭の中ではイメージができているのに、改修工事は思うように進んでいません。動画の更新も遅くて本当にごめんなさい。この春からは農作業の合間を縫って家の改修もギアを上げて取り組むつもりです。どうか期待せずに見守っていただけると嬉しいです。こうやってワイヤーでつながってるから引っ張ったらボロボロ取れた。なるほど。裏は予想通りこうやって木が打ってあるんだね。そうだね。板が張ってあったんだね。木材に防水シートを貼って金網を敷いてからモルタルで仕上げていました。
他の壁も同じように解体します。風呂場の解体が一旦終わりました。でも肝心の風呂桶は取れないまま。さて、ここからどうしましょう。次回、想像を超える決断をすることに。お風呂場解体後編もお楽しみに。